はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、ワイヤレスヘッドフォン QCY H3S です。QCY さんといえばコスパの良さで有名ですけど、今回の H3S は静けさの中の圧倒的な音というキャッチコピーがついていることもあり、なんだか気になっていたワイヤレスヘッドフォンなんです。スペックを見るとかなり攻めてるモデルだね。圧倒的な音ってまたまた大きく出たね。それでいて QCY さんは H3S を日常向けヘッドフォンって言ってるからすごいなーって思ったよ。この動画公開時点で発売から1ヶ月ぐらいのニューモデルで価格は7000円台。クーポンがついたりセールの時には5000円台になるようだからコスパはかなりいいんじゃない？そうよね。見た目はシンプルで機能的。H3S のどこがそんなにすごいのかじっくり見てみたいね。まず外観だね。つけ心地はどうなの？ソフトなヘッドパッドと肌触りの良いイヤーパッドがいい感じ。重さが約 240g。実作でもほぼ同じだったんで軽い方じゃないかな。長時間つけていても快適だったし、イヤーパッドが耳に当たることもなかった。ジャックさん、これってイヤーカップから上の構造と素材が以前レビューしたワンオーディオフォーカス A6 と同じじゃないですか？ああ、確かに同じに見える。Amazon のレビューではフォーカス A6 の耐久性の評価が良くなかったな。うちの A6 は全然問題ないけど、あまり頑丈な作りではないかも。軽さと頑丈さはトレードオフの関係か。折りたたんで持ち運んだりするときは気をつけた方が良さそうだね。そうね。H3S の音質面のポイントは 40mm の低音量ドライバーと 13mm の高音量ドライバーのデュアルドライバー構成なんだ。ワイヤレスのヘッドフォンでデュアルドライバーってあんまり聞かない気がするね。そうだね。同価格帯だと発売から1年弱のイヤーファン、チューンプロぐらいしか見当たらないかな。デュアルドライバーということは音の分離が良いということですね。楽器の位置とかボーカルの輪郭がはっきりする感じですか？うん。力強い低音から透き通るような高音まで音のレイヤーが綺麗に分かれて聞こえる。それにハイレゾオーディオとハイレゾワイヤレス認証も取得。LDAC にも対応してる。LDAC。あれね。普通の3倍の情報量で送れるっていう音質マニアが喜ぶやつ。ミミーちゃん、言い方。LDAC 対応だと最大 40kHz までの高周波数帯域を再生できるから楽器の繊細な響きまで再現してくれそう。さらに360度空間オーディオにも対応してる。高精細な空間モデリングで立体的なサウンド体験ができるってわけだ。音に包まれる感じか。ゲームとか映画の臨場感やばそうだね。で、聞いた感じはどうなの？思ったより低域が重い。いい意味でね。アプリの EQ のデフォルト設定の波形見るとこんな感じ。と言ってもデフォルトでもすでに音が作られていて、これが基準になってる。比較しないとイメージしづらいので、他にモデルの波形、ワンオーディオ、フォーカス A6 とエディファイア W820NB の波形も重ねます。低域はやっぱ H3S が頭一つ抜けてる感じだね。そうだね。高低のバランスは W820NB が整ってる気がする。中域も厚めに感じるし、フォーカス A6 はこの辺りが結構出てるのがちょっと気になるかな。ドラマとか映画ではいい感じだったけどね。H3S の音質は聞いた瞬間からいい感じだなーって思った。低域は強めだけどぼわつく感じもなく、結構輪郭ははっきりしてる。デュアルドライバー構成の効果も感じ取れるような広域の出方していて、ハイハットやシンバル系の粒立ち感が結構いい。ドンシャリ系ではあるけど波形見る限り中域もそんなに絞っていないようだし、印象は結構いいよ。でもどのモデルもアプリの EQ で調整できますから、本当の顔を持たないというか好みの音質にできますよね。それはもちろんワイヤレスモデルはアプリとセットって感じだからね。当然音質調整ができる。そこで H3S の5つのプリセット EQ の変化を測ってデフォルトと重ねてみた。もともと低域が強いからデフォルト以上の低域は必要ないかなって思うんで、この中ではポップとかソフトのプリセットがいいかも。ここの数値はデフォルトからの音量差ね。あとはカスタム EQ でさらに自分好みに設定して保存ですね。そうだね。スライダーの効果は結構強力だから過激なセッティングも可能だわ。でもスライダーの反応がちょっと鈍くて扱いづらい気がしたね。ところで空間オーディオは使ってみた？使ってみたよ。これは好みが分かれそうだなーって思った。個人的にはちょっと合わなそう。でも機能としてあるのは悪くないね。次にこれも大きな進化ポイントなんだけど、ノイズキャンセリング性能が MAX-56dB のノイズ低減を実現してるんだ。現行のヘッドホンの中でもトップクラスの数値じゃないですか？そんなに消えるの？私が隣で叫んでも聞こえないレベル？さすがにそれはないけど、カフェの雑音とか電車の走行音なんかはかなり低減できるね。ノイキャン特有の低域をキャンセルするタイプだから、歩道を歩いてて車が横を通ると高音域はスルーしてくる。でもかなり静かになった。音楽をかけていたら周りの音はほとんど気にならなかったわ。ノイキャン用マイクが6つ、さらに暴風ノイズ用のマイクもあって DNN アルゴリズムで声を分離するんだ。DNN アルゴリズム？
DNN、ディープニューラルネットワークアルゴリズムは簡単に言うと人間の脳の仕組みを真似して作られた非常に賢い AI、人工知能の計算手法のこと。主に通話時のノイズキャンセリングにおいて人の声と雑音を瞬時に聞き分ける役割を果たしているよ。今までだったら低い音は全部カット、ざっくりとした処理だったのが DNN だとこの音の波形は風だからカット、この波形は声だから残す、知的な処理という感じ。そういうことか。アプリでノイキャンのレベルも調整できるのでシチュエーションに合わせてセッティングしたいですね。一応ノイキャンオフとオンの波形を比較してみたんですが少し差が出ました。オンの時は 500Hz から 1kHz あたりが落ちるんですね。ノイキャン特有の変化に見えます。それと広域はノイキャンオフの方が出ていますね。それから USB Type-C ケーブルで有線接続でもノイキャン機能が使えます。ただこの時にはアプリ EQ のデフォルト設定がキャンセルされフラットな音になるためちょっと味気ない感じがしました。これも比較してみましたが有線接続だと低域が全然出ていませんね。なんでこんなに変わっちゃうのかちょっと謎です。 Bluetooth 6.0 って書いてあるんだけどこれって最新？この動画公開時点では最新だね。まず距離を測定する精度が格段に上がってセンチメートル単位になった。詳細は上の通り、実際使うシーンがあるかどうかは人それぞれだと思うけどなんかすごいことになってるわ。次にデータ転送のプロトコルが改善されて接続の安定性が向上しゲームや動画視聴時のレイテンシーがより少なくなることが期待される。それと省電力性能の向上だ。新しい規格は通常データの処理効率が良くなっているためデバイスの消費電力が抑えられバッテリー持ちが良くなる。どのメリットも送受信ともに Bluetooth 6.0 規格で通信している時に最も発揮されるんだけどね。そっか。Bluetooth 6.0 に対応したスマホってまだ少ないから買い替えの際には意識したいところだね。そしてそれがバッテリー性能にもつながってくるわけか。フル充電で最大102時間の連続再生が可能だって。1日中使っても4日以上持つわね。旅行や出張に持って行っても充電ケーブルいらないかも。ノイキャンオンでも58時間は持つからね。10分の充電で7時間再生できる急速充電にも対応してるし充電しながら音楽再生ができるっていうのも地味に嬉しいポイントだわ。あとマルチポイント接続も忘れちゃいけない機能だね。 LDAC 接続はキャンセルされるけど PC とスマホなど2台同時に接続できるのは便利。頻繁に使う2台を接続し直さなくていいのは本当に楽でこの機能あってよかったって実感しますね。そうだね。でもデメリットもあってマルチポイント接続の時はコーデックが SBC に切り替わる。その状態で PC に接続して映画を見てみたんだけど LDAC 接続の時と比べるとちょっとサウンドステージが狭くなる感じがした。そんなに気になるほどではないけどね。比べたからわかるレベル。なるほど。でもそのぐらいの差なら私は利便性を優先したいな。そうね。これだけの機能が詰め込まれているのにデザインはシンプルで価格はリーズナブル。静けさの中の圧倒的な音を楽しみたい人には間違いなくおすすめできる一台だと言えますよね。もちろんそう思うよ。構造面での不安要素やアプリ EQ のスライダーの反応が今一つだったり LDAC 以外での音質の変化などやや気になる点もあるにはあるけどコスパの良さを考慮すると十分だと思うし結構長く使ってみていい印象の方が多かったからおすすめできる一台だと思ったよ。はい。ということでワイヤレスヘッドフォン QCY H3S のレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。